5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。はい、今日はね、霧のかかったね、穏やかな水面と、そこに、ゆったりとね、もやっている船を描いてみたいと思います。ね、ヨーロッパの川でもね、流れが緩やかなそういう水面にはこのような汽水の浅い船でね、家族や友人と一緒にね、長旅を楽しんでいる、そういう方たちがおられるんですね。さあ、今日はね、霧がかかってね、少し風景がぼんやりと見えるね、穏やかな風景ですよ。そこでまず最初のね、2つポイントある。その1つ目ですね、ウェットインウェットをたっぷり使います。ですからちょっとこのくらいね、幅広い筆を使うと描きやすいですね。あとはね、ウェットインウェットですから、水にね、任せる気持ち、流れたり広がったり滲んだりね、それを様子を見ながら描いていくとね、このウェットインウェットがね、きれいに生きたね、水彩ならではの表現ができてきます。これが今日の一つ目のポイントですよ。さあ、では水面のね、ほらここにね、霧に少しぼんやりと煙って見える、もう水辺に生えている木々の塊を描きます。だからそれが水にまた映るんですね。さあ、こんな感じですよ。どんどん滲んでるでしょう。ウェットインウェットはね、透明水彩命ですね。ここに小さい桟橋描くかな。はい。ね、樹木もこの回ぼんやりと見えてます。では、この絵の2つ目のポイントです。霧にかかってぼんやりと見えているその風景の中に、船はこのようにくっきりと描いてみたいと思います。そのためには濃い絵の具、そして紙の白、この強い対比を生かして表現します。船をはっきり描くと余計にね、この霧のね、ぼんやりした美しさがね、強調できてきますよ。ね、こんな船でね、何日もかけてゆったりとね、内陸のね、川を旅できたらいいでしょうね。さあ、何か思いつくものちょっとね、書いてからこうかな。さあ、マストを書きましたよ。そして水面にね、船が映ってるんですけども、ちょっとまたこれをね、このように、ほら、また絵の具溶かしましたね。そこをちょっとティッシュペーパーで取ったりしてます。ね。さあ、できてきました。ではこのウェットインウェットのね、効果を失わないようにそーっと色をかけたり、それから船もね、あんまりくっきり描きすぎてしまったところは少し省略したりして、
全体の調和をとっていきます。太陽がぼんやり見えてます。それが水面にぼんやり映ってます。さあどうかな。ね、はい、出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ねえ、こう霧の中に、もやってるね船でした。なんか静かな優しいムードがあったでしょ。ねえ、それは一つ目のポイントでお話ししたウェットインウェットを生かした書き方ですね。もうウェットインウェットっていうのは本当にね、水彩の命なんですよね。だから乾きを待って次の絵を描くというやり方はダメです。基本的にはウェットインウェット、にじみ、これをね、何回も何回も練習して、ぜひあなたのものにしてみてください。ね、それが一つ目のポイントでした。そして二つ目のポイントは、その優しいね、にじみの効果、ウェットウェットの効果が生きてくるように、対比的に船ははっきりと描く。ということだったんですね。そうすると絵の中に本当にね、一つの何かドラマが出てきます。はい。ね、楽しんでいただけたら、柴崎もすごく嬉しいです。またね、次回違う作品でお会いしたいなと思ってます。今回も最後までね、長い時間ご覧くださって本当にありがとう。それではまた。